通常このような途上国の現場にで立って仕事をしているものとして肌感で感じるエミッションの脅威について今日は皆さんと共有をさせていただきたいと思います。そしてエミッションの中でも今日は私の主に担当している仕事であるゴミとエミッションについてお話をしていきたいというふうに思います。まず皆さんに、世界のゴミをご紹介していきたいと思います。一番初めに、ご紹介するのはこれは、アフリカのエチオピアという国の首都のアディスアベバというところにあるゴミの山です。ですね、高さは一番高いところで50メートルぐらい、下の面積はですね42ヘクタールもあるアフリカの中ではそこそこ大きいゴミの山です。もうちょっと近づくとこんな感じです。いつも崩落をしているという大変危険なゴミ山でもあります。こちらがケニアのゴミ山。そして、次がですねアジアに参りまして、これはインドネシアのジャカルタのちょっと外れのところにあるゴミの山です。続きまして今度はネパールの、首都カトマンズ渓谷の外れにある山の斜面を削って作ったゴミの山でして、これは高さが80メートルぐらいある、私が見た中でも多分一番ガニ番に高いゴミ山であります。続きまして最後にご紹介するゴミ山が、これはミャンマーのヤンゴンのゴミ山です。今ご覧いただきましたように、ゴミというのはもうアフリカだろうがアジアだろうが大体どこの国でも同じような姿をしていますし、ゴミの中身っていうんですか、組成っていうんですけれどもほぼ一緒です。こういうものが、残念ながらどんどん増えている。で、世界中の都市にゴミ山というのがあって、例えばインドであれば3000以上あると言われていますし、インドネシアでも2000ぐらい、中国でも2000ぐらい、タイで1500ぐらい、アメリカでも1500ぐらいあるというふうに言われております。で、残念ながらそのゴミ山の数というのは世界で増加を続けているというところ、原因は私たちの生活、人間活動に他ありません。はい。で、そしてですね、このゴミの処理の方法なんですけれども、日本ではゴミというのはだいたいきちんと回収されて、そして焼却をして、その灰になった本当にわずかな残りだけがゴミの埋め立て場に持っていかれるんですけれども、実は世界の大部分、7割近くはですね、ゴミというのは焼却されずにそのまま埋め立て場に持っていかれます。先進国であっても途上国でも同じです。でもちろん先進国を中心に衛星埋め立てといってきちんと衛生的に管理をされて安全に転圧をして減量してきちんとリサイクルもしてっていう埋め立て場もありますけれども、でも残念ながら大部分はですね全く処理をされずに、私はゴミ山と分かりやすく呼んでおりますけれども、いわゆる野積みと言われるただただ堆積していく、そしてそれが10年20年30年経っていくというものが世界に今現存するゴミ山のほとんどです。はい、でそして皆さんご存知のように開発途上国を中心に世界の人口は増え続けております。でそして、世界では地方農村の人口が増えているのではなくて都市の人口ばかりが増えております。なので都市化率もどんどん上がっているということですね。2050年以降もこのようにずっと増えていくというふうに言われております。そしてこの人口増加とほぼ正比例するように世界で排出されるゴミの量というのも増えております。残念ながら2050年以降もこのオレンジの線ですね、これ地域別になっておりますけれどもずっと増えていくというふうに言われております。でこれが、ゴミ問題というのがもうきちんと認識されながらも解決を難しくしているという、もうただただ増えていくのでですね、その一因であります。でもう一つ最近分かってきたことといたしまして、先ほど滝村先生のお話にもありましたけれども、メタンガスとか CO2 とかいわゆる世界の温室効果ガスと言われているもののほぼ1割以上はですね、このようなゴミ山から排出されているということも分かってきております。でこのような状況でゴミ山が増えているわけですから、もう大問題だということなんですね。でこれに解決方法はないのかと、ソリューションはないのかといったら、もちろんそういうことはありません。今日はせっかくここ福岡の会場でこの TEDx を開催しておりますし、皆さん福岡にゆかりのある方ばかりだと思いますので、この福岡が誇る
素晴らしい環境技術をご紹介しながら続きをお話したいと思いますけれども、これは福岡市の西区、もうちょっとで糸島っていうところにある福岡市の、ゴミの埋め立て場です。もう福岡市の管理と管理維持が大変素晴らしいのでですね、パッと見どこにゴミがあるのか全くわからないと思いますけれども、この辺で埋め立てられています。で、これは福岡方式と言いまして、英語で福岡メソッドと言うんですけれども、今もう、50年近く前、1970年代に福岡市、そして福岡大学の共同研究によって開発されたゴミの埋め立て技術です。ほぼ日本で初めてできた埋め立てのきちんとした技術なんですね。で、好気性の微生物の活性を活用してゴミを分解していくというものです。現在では、日本のこれが環境省で採用された日本のスタンダードのゴミの埋め立ての方法となっておりまして、日本の自治体の7割から8割はこの福岡方式を採用しています。で、そしてこの福岡方式は開発途上国にもたくさん移転をされていまして、今現在21カ国で採用されて普及はされているということです。で、なぜこの福岡方式が途上国にも人気かといいますと、これを作るためにはもちろんここまで美しくきちんと作ろうと思えば数百億円かかるわけですけれども、開発途上国で予算がなくても低予算でも、あるいはその高度な土木のスキルがなくてもローコストでシンプルなテクノロジーでもできるということで、そして先ほどご紹介したようなもう何十年もゴミが堆積して大きなゴミ山になってしまった途中からでも福岡方式を採用することによって改善が図られるということが人気の一つの理由だというふうに思います。そして、世界のゴミ山はですね、昨今このように、このゴミの下の方の層にいっぱいメタンガスが発生して、それがトラップされているんですけれども、それに火がついたりしてこうやって火災を起こしたりということがよく発生するようになりました。また、メタンガスが爆発を起こして、土砂崩れを起こしたりとか、近隣の集落に被害をもたらしたりということも増えてまいりました。ちょっと分かりづらいんです。これ冒頭にご紹介したエチオピアのゴミの山のてっぺんに立って撮っている写真なんですけれども、ここのゴミの山の一辺がガス爆発を起こして崩落をいたしました。その結果ですね、その下にあった集落が、こうやって下敷きになって多くの犠牲者を出すという事故が何年か前に発生いたしました。ゴミ山の周辺というのはこのようにウェイストピッカーと言われるゴミを拾うことによって生活をしている人たちがたくさんいるんです。ここのゴミ山にも2000人ぐらいの人がいたんですけれども、そのうち200人の人が下敷きになって亡くなった。で、そういう大災害が起きて初めて政府は我々のような国連機関に支援を要請してきて、その支援要請を受けて私たちは緊急改善事業をすることになりました。で、その時にその福岡方式をもともと1970年代から開発されている、その福岡市のゴミの状況もこれと大差なかった頃から開発をしておられる先生とか、福岡市の環境局の OB の方々と一緒に、ベテランの方々と一緒に現地に行って改善を図って、でこのように改善をしていたということなんですね。先ほどお見せした西区のゴミの埋め立て場と全然違うじゃないかと思われるかもしれないんですけど、その基本のメカニズムはこれで十分その福岡方式の役割を果たしているんですね。この、白い細く見えるのがここからゴミの層に空気を入れて、でそこから微量のCO2 を放出する管なんですけれども、これを続けていくことによって、この半年後にはこうやって緑が復活することになります。要するにコンポストのような堆肥のような状態にゴミの表層がなるんですね。でここまでなると、これぐらい緑がなるとメタンガスの濃度もだいたい 5% 以下になっているだろうという一つの目安にもなって、ここまで来れば安全ですということが言えるということです。
もう一つ事例をご紹介したいと思います。これは、先ほどご紹介した、ミャンマーのヤンゴンのゴミの処分場です。ここも、数年前に火災が発生いたしまして4週間燃え続けるという大火災になりました。でもメタンガスが燃える火災なので消防車が水をかけても消えないんですね。やっぱりゴミを改善していかないと絶対に消えない。そういうことで二度とその火災が起こらないような措置をしてファイアウォールっていうんですけれども、トラックや重機が通るようなこの通路をきちんと確保して、たとえここで火災が発生しても隣には延焼しないようにする。でここにもそのガスを抜くための管をたくさん敷設して、そして、これから1年半後ぐらいにはこのように緑に覆われるゴミ山になっていったということなんです。で先ほど世界の温室効果ガスは10% がゴミ山から来ているというお話をいたしましたけれども、福岡方式による技術の改善を行うことでこのようなゴミ山で発生するメタンガスを 40% から 50% 削減できるということが予想されています。でこの計算はまだ始まったばかりで、これからこのような現場で検証を重ねてこれからどんどん検証していくものと思われますけれども、世界から大いに期待がされているところです。先月エジプトで開催された COP の会議でおいても日本政府と私たち国連ハビタットの共催の分科会が開催されたんですけれども、その席でも西村環境大臣が日本はこの福岡方式を用いて世界各国の支援をこれからも行いたいということを発言してくださいました。で今日はですね、アフリカやアジアのゴミの山をご紹介いたしました。で皆さん我々は基本的に今日本に住んでいて、で確かにこの諸外国でのゴミの問題は大変だけれども、日本はこういう問題はないし、日本の1人当たりのゴミの排出量はちゃんと減っていて、日本は頑張っているではないかと思われると思うんですね。で私もそう思ってます。日本は確かに頑張っているんですけれども、ただ皆さんご存知のように日本というのは食料の自給率も大変低い、約7割を海外に依存していたり、私たちが着たり持っているもののほとんど全てはもしかすると外国製品かもしれない、外国から輸入されたものかもしれない。そうするとその過程で現地で原材料であるとか製造されたもの、生産されたもの、加工されたもののうち使われなくて捨てられたものっていうのはこういうところに残されていくんですね。で残念ながら私も諸外国のこのようなゴミ山の現場でそういうものをたくさん見てまいりました。そういうものは私たちは決して忘れてはいけないし、やっぱりそういうものを手にするときにこの現状があるということはきちんと認識しておかなくてはいけないんではないかなというふうに思っております。そして、今散々申しておりますゴミ山というのはもう都市のあらゆるところに存在しています。なのですぐ近くに集落もあれば幼稚園小中学校の教育機関などもあるんですけれども、これはケニアで授業をやっていた時の写真で、ゴミが飛び散っているところの写真なんですけれども、この近くにあった幼稚園の園長先生が訪ねてきてくださって、この場所で、ゴミの方向から風が吹いてくると園児が必ず何人か、クラスで1人2人は具合が悪くなって倒れる子が必ずいたと。今思えばあれはメタンガスだったんですねというふうに先生がおっしゃって、でおかげさまでこの授業があって改善されてからは倒れる子はいなくなりましたと言ってくださいましたけれども、やはりその時に私は初めて排出されるメタンの恐ろしさというものを実感いたしました。それが私の多分カウントダウンの始まりだったんじゃないかなというふうに思っております。これはアフリカの私の現場なんですけれども、今日お話を終えて明日の朝私は福岡を立ってまたここに戻る予定でございます。今日はどうもありがとうございました。